チは長年続編が期待され、そして待ち続けられていた歴史シミュレーションゲームであるヨーロパップアニバーサリーズ4。ついに、それらしきゲームがケントトークスという形で、パラドックスインテラクティブからの開発日記として現在公開されています。発表された情報だけではありますが、少しでも皆さんにわかりやすく伝えるために、一部の情報を抜粋し、わかりやすくまとめてお伝えしていきたいと思います。シャープ 1POP。これまでの EU4 ではシステム上存在しなかった POP ですが、今回の新作では、初期段階から追加されることが決定しました。この POP は幸福度や文化などにも影響を与えることになりますが、ゲームが重くなるという懸念点も存在します。しかし、それでも識字率の要素や、後に解説する国死病や市場、そして植民地にも関係してくる重要な要素であるため、プレイヤーにとっては非常に楽しみな追加要素となっています。シャープ2政府。現在判明している政府の種類は約5つあります。正当性を利用する君主制。共和国の伝統を利用する共和制。献身を利用する神権制。ステップの氏族制。そして、部族結束を利用する部族制。と、これらが現在判明している政府の種類です。こちらの政府改革についても説明しますと、3つの政府改革が確認されており、左側は文化、右側は政府に特化されています。時間が経つにつれて、様々な政府改革やスロットも開放されていき、さらに文化やタブや宗教に関連したものも登場する可能性があります。これに続いて法律についても紹介したいと思います。法律は政府改革とは別の要素として存在し、追加した後は国の行政力によってはすぐに効果が現れないこともあります。他にも議会や内閣なども紹介されていますが、現時点では情報が少なすぎるため、ここでは省略したいと思います。シャープ3宗教。宗教に関しては個別に説明する必要があるため、ここで詳しく解説したいと思います。こちらは世界の宗教 MAP です。有名どころで言えば、キリスト教やイスラム教、ゾロアスター教や仏教、神道など、様々な宗教が存在します。また、独立宗派なども存在するようです。こちらはアラゴンの宗教分布ですが、国内でも宗教ごとの対立や敵対が見られるようです。さらに、各宗教には固有建造物が存在し、宗教ごとに特殊なシステムや軍事面にも影響が出るとのことです。シャープ4国際組織。こちらの国際組織は、いくつかの共通点がある国々のグループを指します。同訓連合の際の連合防衛と言われるもの。そして巨大な国に対抗するための連合。さらに、十字軍やジハードの際の一時的同盟連合が存在します。ここからは、基本ゲーム開始時から存在する巨大な国際組織について見ていきましょう。まずは神聖ローマ帝国です。先ほどから画面に表示していたこの画像ですが、神聖ローマ帝国のグループ範囲を示しています。統合のための改革なども進めることができるようですが、詳細はまだ伏せられています。その他にも、こちらのタタールのくびきや、教皇などのシステムが追加されます。画像はまだ存在していませんが、幕府やアイルランドウェオなど様々なシステムが存在するそうです。シャープ5王朝と 3D モデル。国家の統治者はこのように 3D モデルで表示されるとのことです。息子や孫の世代から教育なども行うことができ、様々な特性を与えることができるシステムがあります。戦闘などで得られる特性も含めて、全部で4つの特性を手に入れることができます。キャラクターが持つことができる配偶者の数は、宗教や法律によって異なるようです。また、子供の数は両親の生殖能力に影響されるとのことです。子供が王朝にどう役立つかというと、不要な娘を同盟のために他国に嫁がせたり、無能な子供を修道院に送ったり、有能な人物を貴族にしたりと、様々なことが可能です。ただし、他国に嫁がせることができない場合は、自国の地元の貴族や最悪の場合庶民など、身分の低い人との結婚をしなければならないこともあります。男
男女の当事者同士の結婚の場合、連合というものが組まれることがあります。その国の相続法によっては次世代で連合が途切れることもあるようです。楽しい家系図や、その国を統治した人物が誰かを見ることができる履歴も用意されているとのことです。シャープ6市場。では市場について見ていきましょう。こちらの市場ではまず、中心地が存在し、その場所の所有者がその市場を管理します。すべての場所や沿岸地域は中心との距離や外交関係などによっても変化し、最も適切な市場として機能します。市場には商人も存在しており、商人の能力はその市場が持つ貿易インフラによって決まるようです。ただし、市場には商品が無限に供給されるわけではないため、商人の力は市場からの輸出がどの順序で実行されるかに影響されます。他にも供給と需要が存在しており、例えばビールですが、安ビールの場合は需要以上に市場にあると問題が生じます。市場の商品供給はいくつかの要因に依存します。RGO からの出力、建物からの出力、基本出力、ブルジョア出力の4つがあります。基本出力は粘土や木材など、一部の商品は全ての市場で生産されます。もちろん、これを増やすための建物も存在します。また、市民たちも独自に取引を行う場合もあります。次に、遠くの市場からの交易について見ていきましょう。市場間の距離が遠ければ遠いほど、各商品の出荷に必要な容量も多くなり、維持費も高くなります。さらに、ボスポラス海峡やエーレ海峡などを通過する場合には海峡通行料などもかかります。それが嫌な場合は、外交などで通行料の免除を求めることも可能です。イスラム教やヒンドゥー教などの宗教によっては、豚肉やワイン、お酒などが輸出入できないこともあります。穀物も市場など手に入るものなのですがこちらも価格などが変わってきたりします。穀物や物品などは港で備蓄することが可能であり保管できる量を増やす建物などもあるそうです。このような貿易や取引が苦手だったり面倒だと感じる人は、自動でしてくれる機能もあるとのことです。市場に関してはまだまだ語りきれてないことも多いですがここで一度区切りたいと思います。では、ここで今回は終了にしたいと思います。生産方式や建物などについても解説したかったのですが、ビクトリアシリーズに近い細かさがあるため、紹介する場合は別の動画でやりたいと思います。そしたらここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。またいつかの動画でお会いしましょう。それでは、さようなら。